お前との結婚は嘘でした。ようやく手に入れたと思った幸せは目の前で崩れ落ちていった。若くて優しい夫の正体はとんでもない男だった。なぜ私ばかりこんな目に遭うのだろう。今までの温かい思い出が脳裏をよぎる。だが、やられっぱなしではないのだ。煮詰められた怒りと復讐心を胸に、手にしたブーケを彼の目の前に突き出す。私たち、ちゃんと結婚してるんだけど、今度は私が地獄に突き落とす番だ。私の名前は美穂、32歳、普通の OL だ。思い返せば男運のない人生だった。中学生の時に初めてできた年上の彼氏は、付き合って3日で押し倒され、拒否したら罵倒された。ショックでしばらく男性恐怖症になった。高校生になり、ようやく傷が癒えた頃、明るくて優しい人柄に惹かれて、同級生の彼氏と付き合い始めた。でも彼は誰にでも優しい浮気男だった。なんと、クラスの半分の女子と付き合っていたのだ。もちろん、即別れた。大学のサークルで出会った先輩に告白され、今度こそ楽しいお付き合いができると思ったが、しばらくすると高額な壺を売りつけようとしてくる。私は彼にとって彼女ではなく立派なカモだった。大学卒業後は今の会社に入社して真面目に働いているが、男運が良くなることはなかった。付き合う男には常に何らかの問題があった。私はどちらかというと人を信じやすく惚れやすい性格。困っている人を見たら放っておけないし、好きな相手に頼られれば全力で力になってあげたい。友人にはそういうところが騙される要因だと言われてしまった。こうなったら男に頼らず一人でも立派に生きていけるようにならなければ。私はそう決意して仕事に邁進していた。でも運命の出会いは突然やってきた。美穂さんって独身ですか？そうですけど。こんなぶしつけな質問をしてきたのがアキトだった。アキトはまだ25歳で、私が勤める会社に出向社員として来たばかりだった。教育係に任命され、仕事を一通り教えていると、妙に懐かれてしまったのだ。じゃあ、今度デート行きませんか？いえ、お断りします。私はもう簡単に男と付き合う気はなかった。でも、アキトは諦めてくれなかった。何かとまとわりつき、何度もデートに誘ってくる。一度だけ、それでもダメなら諦めますから。教育係を任されたこともあって、アキトと過ごす時間はそれなりにあった。短い付き合いだけど、彼が真面目で一生懸命仕事に打ち込んでいる姿も見てきた。もう彼氏はいらない。そう思ってきたはずなのに、アキトの一途なアプローチはいつの間にか私の心を溶かしていった。仕方ないなあ。一回だけだからね。はい。嬉しそうな顔で言われると、にやけてしまう。結局、アキトの熱意に負けて、一度だけデートをすることになった。一緒に映画を見て、ご飯を食べて帰る健全なデートだった。楽しかったよ。私がアキトにそう伝えると、アキトは真剣な顔で言った。一度だけって約束だったけど、次もあるって思っていいですか？うん。それから半年、アキトとはいいお付き合いを続けている。年下だから私がおごってあげることばかりだけど、アキトは優しいし、何より一緒にいて楽しかった。今度は一緒に旅行に行く約束もしている。
楽しい日々を過ごしていると、あっという間に季節は年末に差し掛かっていた。美穂、年末は帰ってくるんでしょ？実家の母から電話がかかってきた。どうかな。今年こそ結婚の報告待ってるわよ。母は私の年齢を気にしている。私の地元はなかなかに田舎で、私の年代ともなれば結婚していない人の方が珍しい。あまり考えないようにしていたが、秋人はどう考えているのだろうか。秋人は私より7歳も年下だし、まだ結婚を焦っているようには見えなかった。秋人との旅行中、勇気を出してそれとなく聞いてみることにした。ねえ秋人、結婚についてどう考えてる？え、もしかして結婚したい？私も32歳だし、もし秋人さえ良ければどうかなーって。私は恐る恐る秋人の顔を見た。すると彼は満面の笑顔を見せてくれた。俺は美穂よりお金もないし、苦労させると思うよ。そんなこと気にしてない。私が支えるから。本心だった。日頃からお金は私持ち。代わりに秋人には愛をもらっていた。私と結婚してくれるの？美穂からプロポーズしてくれるなんて。もちろん、俺はオッケーだよ。本当？秋人は私を優しく抱きしめてくれた。それからはトントン拍子に結婚の話が進んでいった。秋人の両親は亡くなっているということで、年末には私の地元に挨拶に行くことになった。実家の両親は若くて好青年の秋人を見て大喜びしてくれた。ようやく親孝行できたようで、私まで嬉しくなった。さらに私を幸せな気持ちにしたのが、秋人からのプレゼントだった。これ、美穂にプレゼントだよ。そう言って差し出されたのは薄い封筒だった。何？中を見てみて。言われるがままに開けてみると、そこに入っていたのは婚姻届だった。これ、すでに秋人の名前が書かれている。美穂が書いてくれたら完成だよ。字が涙でにじんで見えなくなった。こんなサプライズまでしてくれるなんて。男運がないと思ってきた私にとっては本当に幸せな瞬間だった。ありがとう。私の分も記入し、完成した婚姻届は二人で出しに行くと約束した。私の両親への挨拶もつつがなく終わり、いよいよ結婚式の準備が始まった。秋人の希望で親族だけのささやかな結婚式になる予定だ。それでも準備は忙しい。招待状のリスト、引き出物の選定、それからドレス選び。ドレス選びをする時の秋人は子供のようにはしゃいでいた。こっちの方が綺麗だよ。ご意見番よろしく感想を並べ、一緒に決めたのは純白の王道なウェディングドレス。いよいよ結婚式まであと1ヶ月。ちょうどその頃は秋人の出向も解除される時期。職場での別れと同時にプライベートでは一緒に暮らし始める予定だ。新居探しも本格的にし始めたある日、私は秋人に内緒でマンションを見に来ていた。マンションの契約書を見せたら喜んでくれるかしら。秋人は年下だし、正直に言ってしまえばお金の面では少し頼りない。新居探しだけは少し腰が重いのも経済的な面が原因だろう。こうにして私はここしばらく男に頼らず生きていくための貯金に勤しんできた過去がある。これまでたくさん幸せをもらってきた秋人に恩返しがしたい。
そう思っていたのだ。ところが、そこが私の運命の分かれ道だった。どうかな。私が一人でマンションを見ていると、聞き慣れた声が聞こえてきたのだ。いいじゃん。ここにしたら。どうやら隣の部屋を見ている男女の声だった。胸騒ぎを覚え、こっそりと覗き込むと、そこにいたのは紛れもなく秋人だった。そばには知らない女がいる。早く一緒に住みたいな。秋人は女に嬉しそうにそう言った。でも、年上彼女はどうするのよ。ああ、あいついいのいいの。あいつは彼女じゃなくてお財布だから。ひどー。でもそのお財布さんのおかげで私たちは楽しませてもらってるけどね。二人は年上彼女をネタに大笑いしていた。心臓が飛び出すんじゃないかと思うほど高鳴った。私はマンションを飛び出し家に逃げ帰った。見間違いなんかじゃなかった。あれは確かに秋人だった。私と結婚するんじゃなかったの。大切にしまってある封筒を開ける。私たちの名前が書いてある婚姻届はちゃんと存在している。まさか浮気？結婚式はもう目の前だ。そんなことあるわけない。でもこのまま見なかったことにすることもできない。私は覚悟を決めて秋人を調べることにした。その結果は真っ黒だった。秋人には私以外に彼女が3人もいた。1人はマンションで見かけた女。残る2人もみんな若くて綺麗な女ばかりだった。なんで私を選んでくれたんじゃなかったの？私は悲しい気持ちでいっぱいだった。結婚式には私の地元から両親も来る。ここまで来て悲しい思いはさせたくない。でも、強烈な怒りが私の体を駆け巡った。これまでもいろんな男に会ってきたけど、本当に最低で許せない。私はすぐに行動に移した。結婚式まであと2週間に迫ったある日、私は秋人と結婚式の打ち合わせをしていた。この日は結婚式の大まかな段取りを確認していく。これが終われば本番を待つばかりだ。いろいろ大変だったけど、やっと終わるね。ああ、美穂のドレス姿、楽しみだな。結婚式、本当に楽しみよね。そうだね。私たち、もうすぐ夫婦だもんね。そうだよ。ずっと仲良く暮らそうな。私は、秋人の答えに微笑んだ。そして、2週間後、いよいよ迎えた結婚式当日。私と秋人は結婚式場にやってきた。秋人は会場のスタッフに連れられ別室に移っていった。私はメイクを終え、いよいよ純白のドレスを着るのを待つばかり。タキシードを着せてもらい、すっかり立派な新郎の秋人と合流した。秋人、今日はよろしくね。私はにこやかに秋人に笑いかけた。すると秋人も静かに笑い始めた。いや、もう我慢できない。え？お前との結婚は嘘でした。私が固まると、秋人は面白くて仕方ないのか、お腹を押さえて大声で笑い出した。お前みたいなババアと俺が結婚するわけないじゃん。秋人は私をバカにしたように見下した。どういうこと？
わからないの？お前、俺に騙されてたんだよ。結婚したくてたまらないからって何でも言うこと聞くし、何でも金出すし。もしかしてお金のためだったってこと？私は悲しそうにつぶやいた。当たり前じゃん。じゃなきゃお前みたいなバーバーと半年も付き合えないだろ。あ、でも、この日が楽しみだったってのは本当だけど。は？バカな豊島女が天国から地獄に落ちていく顔、楽しみにしてたからな。そう言い放つ。これまでの優しかった秋人の面影は全くなかった。初めて会った日からだいぶこじらせてる痛い女だって分かったからさ。落とすためにいい彼氏を演じてやったんだ。最高に悔しがる顔を見せてくれよ。写メ撮って彼女に見せる約束してるんだからだ。彼女？浮気を認めるのね。私は秋人を睨みつけた。はあ？何睨んでるんだよ。俺の勝手だろ。それにお前とはこれっきり。もう別れたから浮気でもないし。じゃあな。秋人は手を振って立ち去ろうとした。でも、私はこの言葉を待っていたのだ。じゃあ離婚よ。もちろん、慰謝料ももらうから。秋人は呆れたように頭を振った。離婚？慰謝料？はあ？まだ結婚式も挙げてねえし、俺はまだ独身なんだけど。今度は私が笑う番だ。手にしたブーケを彼の目の前に突き出す。あんた、結婚式を挙げなきゃ結婚したことにならないとでも思ってる？私たちはちゃんと結婚してるんだけど。はあ？私の不敵な笑顔が気になるのか、秋人は慎重な態度で私に詰め寄った。どういうことかわからないみたいだから教えてあげる。私はここまでのことを秋人に教えてあげることにした。あの日、秋人に内緒でマンションを見に行った日、秋人の浮気を知ってしまった私は、ある行動を起こしていたのだ。私を助けてください。向かった先は弁護士事務所だった。このままじゃまた同じことの繰り返しだ。そんなの絶対に嫌だった。私が泣きながらこれまでの事情を話すと、弁護士は静かにこう指示した。今すぐ婚姻届を出してください。私は家に戻り、大切にしまっていた婚姻届を持って役所に走った。この婚姻届に名前を書いたとき、人生で一番幸せだった。二人で出しに行こうと約束した。その日は結婚式の日にやってくるはずだった。その時のことを思い出すと、自然と涙があふれてくる。秋とは内心、ほくそ笑んでいたのだろう。私の気持ちをもてあそんだのだ。ならば私も、秋とを婚姻届で地獄に突き落としてやる。これまでの話をし終えると、秋とは呆然として私を見ていた。つまり、私たちはもう夫婦なのよ。詐欺だ！秋とは血相を変えて叫んだ。俺はお前と結婚なんてする気ないのに、勝手に婚姻届を出すなんて。そんなの無効だ！あら、おかしいわね。私はレコーダーの再生ボタンを押した。私たち、もうすぐ夫婦だもんね。そうだよ。ずっと仲良く暮らそうな。自分の音声が流れると、秋人の顔からは血の気が引き、冷や汗があふれ出していた。あなたも、私と結婚する気だったわよね。それは。タキシードまで着ておいて、違うのって言うの？
私の方が結婚詐欺で訴えてもいいのよ。私がそう言うと、弁護士が現れ、私の後ろにそっと立った。紹介するわね。私の弁護士を務めていただいている春樹さん。明人は本物の弁護士バッジを見て青ざめた。こんなことまでして恥ずかしくないのかよ。最低な女だな。だから結婚できないんだよ。明人は悔し紛れに叫んだ。あら、結婚できたけど。それから私は明人に離婚届を突きつけた。すぐ離婚するけど。明人は離婚届に殴り書きし、タキシードを脱ぎ捨てた。ざけんなよ。絶対慰謝料なんて払わないからな。いいけど、裁判になるわよ。はあ？弁護士の春樹が私に代わって自信たっぷりに話し始めた。婚姻状態にある以上、あなたのしたことは明らかに不貞行為です。過去の判例からも勝ち目はありませんよ。それに、あなたについて調べさせていただきました。春樹は口元に薄く笑みを浮かべ、驚きの事実を口にした。美穂さんには嘘をついていたようですが、あなたのご両親は存命ですよね。しかも、美穂さんの会社とは深い付き合いのある企業の役員をされている。なんでそれを。明人は激しく動揺していた。おそらく会社に入ったのもコネなのだろう。親との良好な関係は彼にとって死活問題なはずだ。裁判になるなら相手をよく知ることは大切なことですから。で、どうします？裁判になればこれまでのことをご両親にも知られることになりますが、明人はがっくり膝をついた。わかった。慰謝料を払うから。裁判はやめてくれ。慰謝料については、私があんたに使った無駄なお金と結婚式の費用も上乗せして請求するから。もう明人は何も言い返す気力も残っていなかった。その後、私の会社の出向を解かれ、明人に会うことはなくなった。明人は私が請求した慰謝料の支払いのため、仕事とバイトを掛け持ちしているらしい。3人いた彼女も一瞬で消えてしまった。なんせ、彼女たちと遊んでいたお金は、私が明人にねだられて渡していたお金だったのだから。お金がなくなれば、明人には用なしということなのだろう。それに、私からは何も行動していないが、結局は両親にもこれまでのことがバレてしまい、相当のお叱りを受けたのだとか。今では仕事にバイト、さらに親の監視も加わり、自由は全くない日々を送っているそうだ。私はというと、改めて男運がないことを再認識させられる結果となった。私ってどうしてこんなに男運がないのかしら。今回の件はさすがにへこんだ。復讐のためとはいえ、ついにバツイチである。でも、捨てる紙あれば拾う紙あり。あなたみたいな危なっかしい人は放っておけない。弁護士の春樹がそっと手を差し伸べてくれた。僕があなたを守ってみせます。つないだ手は温かかった。今度こそ素敵な恋ができる予感がしている。